渦巻き型のインパクトボタンなんだ渦巻き型。これが導電性プラスチックで、お得意の。そうこれは時戸さんがかねがねご要望だったびっくりインパクトボタンですね。来るかな。怖いな。うわあ、急にめっちゃ楽しそう。最速です。本当かよ。いや俺なんか今意識してなかった。あ、これ結構いいかもしれない。皆さんこんにちは。リジェクトロド G の時戸でございます。はい、助手の小作です。そして今回ゲストはこちらのお方、津田塾大学教授栗原先生にお越しいただいております。こんにちは。格ゲー大好きおじ教授、そして格ゲー武器職人こと栗原です。だいぶ肩書きが増えてまいりましたね。日本の大会の会場行くとね、BYOC エリアでいらっしゃる。いる。そういうこと、この白衣を着て、そう。はいはいはい。いろいろやってらっしゃる。お見かけします。さらに今回この帽子を何ですかそれは一体。はい、ちょい。前回ご紹介しましたリプレイングジャパンという学会でのお二人を謝辞に添えたロゴ発表をメルボルンでしてまいりましたので、そのオーストラリア土産でこのなんかカウボーイハットカンガルー側買ってまいりました。カンガルー側なんですかそれ。って書いてありました。ちょっとまあフェイクかどうかわかんないんですけど。ちょい。はい。麦わら帽子ではないです。ということで今回はですね第27回、格ゲー研究室となっております。格ゲー研究室とは、格闘ゲームのプレイ向上のためにさまざまなことを科学的に検証する企画となっております。で今回は栗原先生会として、先生が最近制作されたデバイスを見せていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。栗原先生とお会いするのはですね、4ヶ月ぶりぐらいになるのかなと、思いますけれども、その間のご活躍はこちらまで届いております。まずはそのあたりの話からお聞きしていきたいと思います。栗原式インパクトボタンがですね、経済産業省のコンテンツテクノロジーイノベーションプログラム、支援対象技術として採択されました。ありがとうございます。すごいとこまで行っちゃってんじゃん。強そうな文字しか並んでない。イノベーションプログラム。国としてもその研究室の中で技術を取っておかないでどんどん外に発信してその社会実装とか事業化とかをしてほしいよねっていう思いはあると思うので、そういう政策の一環で産業界の人はこういう人がいるよとかこういうイベントに出るとマッチングできるよみたいなのをご紹介いただいたり、その事業的な意味でメンタリングしてくれるっていうようなプログラムと聞いております。なるほどなるほど。はい。それにその応募するみたいな。そうですね。はい。よろしくお願いしますみたいな、こういう技術ですって言ったら結構名だたる技術と一緒に私のも採択してけど比較的若手の人が応募するのが多いみたいなので、なんかちょっとなんで栗原いるのって感じになってるかもしれない。その中でもオジになってしまう。そうオジになっちゃったまさにじゃあ栗原式インパクトボタンが今後もっともっと進展、広まっていくのではないかという流れになるかと思われます。そしてリプレイングジャパン2025登壇と、お疲れ様でした。お疲れ様でした。基本的にはリプレイングジャパンというものなので、その海外でやってるけど日本のゲームについての研究を扱うちょっと珍しい学会で、私も初参加だったんですけど、その中で私の発表もさせていただきました。反響としては、これなんかパッドだとやらないのみたいな結構突っ込んだ話とか、あとこれは本当に使ってる人いるのかいみたいな質問があったので、いやもうちゃんと使ってる人いて、そのエボジャパンでデバイスをつけてくれたアケコンを私に見せに来る人がいるぐらいでしたよみたいなお話をして活発なディスカッションをすることができました。ありがとうございます。相手もゲーマー。そうです。ゲーマーっていうか、やっぱり日本のゲームにことさらに関心がある方が来る学会なので、話は通じますね。なんか推し活の研究とか、そのすげえ SDGs を意識したゲームとか、いろんな観点から日本のゲームについて語るっていう感じでしたね。で先生がご活躍されている間に、私はですね、EWC で、剛腕の野郎にですねインパクトだけじゃなくてうまかったんだけど、でもインパクトだね。インパクトで破壊され、で先生の YouTube の訓練作業用 BGM を
まあ聞きながら寝ていたと。ご活用いただいてありがとうございます。ああいえいえ。いやなんか私の中ではそのインパクトが不意に来た時に対応するっていうのが重要かなと思ったので、はいそればっかり練習するっていうよりは適当にオフィスワークやってる時に突如インパクト音がした時に返すっていう風なことが重要かなと思ったので、だ確かにからそのカフェ BGM という形で作ったんですよ。ただそれに集中して音に対する反応するのであれば単にそれをやるプログラムを作ればいいので今朝作ってまいりました。ランダムで流れてくれるだけでいいですわ、はい別にカフェ BGM とか BGM に載せなくて。今これ動いております。10秒ぐらい経つとインパクトの音がするのでそれだってどうピッて止めるとこれ止めるとなんか時野さんの方が早かったわ絶対俺返せなかったっすもん今ただまあ今俺カメてはなかったわこっちに移していかなきゃいけないんだけどシフトがただこれだけのプログラムがありますんでこれで特訓していただければスマホで動きますね、PC でも動きますから電車の中でピクとか立派な鬼人ですけどね。栗原先生の最近のデバイス、はい、こちらをですね、ご紹介していただきましょう。はい、じゃあちょっと持ってまいりましょうか。お願いしまお願いしす。ますいっぱいあるんですよ。ここだけじゃないこれあるんですよ。いっぱいあるじゃん。一つ目がこの渦巻き型のインパクトボタンなんですね。なんだ渦巻き型。これなんか DNA みたいな二重らせん構造をしているやつなんですけど名前がちょっと独特で桃助人手の子栗原式インパクトボタンという名前なんですね。なんでそうしたかっていうとそのありがたいことに私のその格ゲーデバイス開発コミュニティで、活発な議論をディスコードでしてるんですけどこういうのあったらいいんですけどってその発案してくれた方の名前を冠してそうなってます。お二人なんです。桃助さんと人手の子さん、そうなんです。なるほど。はい、でこう手を置いた時にこう握り込む形で押せるインパクトボタンをこの辺に作りたいっていう要望をいただいたんですよ。それはこれまでのようなこういう壁のような構造をしているインパクトボタンでも一応できるんですけどもうちょっと小型化してくれないかなってお話があったのでじゃあその横からタッチした時に反応するような構造としてこのぐるぐる回っているこれが導電性プラスチックでお得意の先生といえばみたいなそう触れば反応するっていうのを作るとこれをここに置けばですねこう握り込むようにして押せるようになるということで作ったんですけど作ってみたらこれバネ状の構造なので上から押せば反応するようにたまたまなったんですね。で上から押す分には別にその導電性指サックいらないので横からも押せるし上からも押せる結構多機能なボタンになりました。円筒形じゃなくてその螺旋構造になってるんですね。どういう事情？それはその元々のですねこういうのが栗原式インパクトボタンでそのプラス極とマイナス極が互い違いになってますよね。平面だとこれでいいんですけど周りの面全部をタッチ可能にした時にこの互い違いになってるのをずらしながらくるくる回していったらDNA みたいになるんですねで思いついて作ったのがこれです。プラスのこの線とマイナスの線がそれぞれ回ってる。なるほどなるほど。なので上から押すとプラスとマイナスがくっついて流れると。あとこれもともと 30mm の穴のところに 24mm のボタンをつけて周りの隙間を使って導電性フィラメントでこう配線しているのでなので配線不要でできますっていうバージョンです。30の穴にコンボエクステンション的な配線不要コンボエクステンション的な感じ。はい。賢なるほどね。ゲーム以外のそのアプローチの賢さ。そうやりくりがスペースのこれがあると結構つけられる場所がいろいろ選べて例えばここら辺につけると握り込むように使って押し込むそのちょっと高さのある小定ボタンになるのでこれ結構早いと思うんですよね。あとはもうこの辺でその右腕の親指を右に動かすことで押すこともできるしこの辺につければ先ほどの左手でこう親指を練り込むできるのでわざわざ押し込まなくても早く押せるんじゃないかと思います。この形式のいいところはこれが伝統的な栗原式インパクトボタンだったんですけど、もうチョップですよねそのチョップの動作と同じ感じで動かせばこれも押せるんですよね。確かに。だから私にとってすごい移行が楽でしたなるほど。これ慣れてる方ももうこれだったら移行がスムーズにできますよと。で、もう一個こちら
これがそうなんですけど、はい、時戸さんがそのラシード線だけ人差し指を前にやる形で押してるって言ったんです、そういうのに置き換わる形でもともと穴があるんだとしたらこういうふうに作っておけばそのタッチするだけで押せるので、押し込まなくてもパッてやるだけで押せるっていうような使い方もできます。で2つ目がびっくりインパクトボタンですね。びっくりインパクトボタン、これは時戸さんがかねがねご要望だった、いや一番早いのはうわってなった時の手のこの動きをインパクトに変えることだろうと。そうなんです。びっくりしたらどうするでしょ。これでだからこっちの方が早いんじゃないのっていうのはなんか言ってたと思います。前その話したずーっと言ってんだけど全然拾ってくんないんだよね。正直私はそれが早いっていう直感的には思わなかったんですけど、でも時戸さんであればすごい速度が出せるのかなと思って作ってみたっていうのがこちらなんですけど、いくつかバージョンがあって要するにこれは押している時にオフで押されてない時にオンになるようなボタンを作ればいいだけなので、焦点ボタンがついているアケコンの方はそのボタンのオンオフを切り替えればいいだけなんですよ。で私のヒットボックスないんで、もともと垂直につけるはずのこのボタンをわざわざ水平につけるというマイナスマイナスかけたら元に戻るみたいなそういうのを使うことによって無理やりその焦点ボタンを作りました。でこれを手に置いて触ってる時はオフで離してる時はオンになるようなインパクトボタンにできます。あと先ほど紹介したこの桃助人曽根栗原式も MHK 式って言いますけどMHK 式もこういうふうに上から押さえておけばこれと同じような焦点ボタンになるので、それはちょっとお好みに応じてどちらでもできます。はい、でこの最初のバージョンはこういうやつで、これをこのように置いてその手のひらをつけている時に導電性でなんとかするっていうのが最初のバージョンで、それで動画も作ったんですけど、それを使うためにはこの手全体に導電性を行き渡らせるためのセラピストが電気的な治療をする時に使う導電性の手袋、これを使わないといけなくてさすがにちょっとごわつくのでなんとかしたいなと思ってこれをなくしたのが今日お見せするこの2つのバージョンですね。このボタンをそのまま押すか、この二重らせん使うかどちらかっていうことです。あとはもうちょっと小ネタがあるのでこれちょっと一応紹介だけさせてください。前回ちょっとだけ紹介したそのモダンの配置の人とかで基本的に指を添えたまま運指があんまり必要ないように全部の8個のボタンを、使うためのものとして作ってきたのがこれらなんですけど、こういう風にホームポジションを持つときにこうやれば押せるっていうボタンが、これもフィッツの法則的に壁があるのと一緒なので、物理的なボタンを垂直に置いて配置するための、こちら側は導電性のフィラメントで作ってるのでこういうのがあれば触れば反応するっていうやつなので、でモダンの場合は例えば SA ボタンとかはその場で早く押すことが重要だったりするのでこういうのでも大丈夫かもしれない。めっちゃちっちゃいインパクトボタンみたいな感じ。そうですね。これやると一番右下はいつも通りのインパクトボタンで、それ以外の部分を基本的にはここに指を置いたままでできるっていうののための単独のボタンっていう、そういうのをちょっと作ってきました。そんなとこですかね。4ヶ月さまざま服職人すぎない？完全に時さんが言ってたわけですよ。おー、どうなんですか？押せてるわ。しかもちゃんと触ってる間ずっと押してる。まあでも二重螺旋だから1個だけだとダメなんだ。ちゃんと2個の螺旋に触れなきゃいけないまたぐような触れ方をすると。てかこれ結構押さないといけないから、逆にあんまり暴発しなさそうではある。ちょい添えるぐらいだったら大丈夫です。なるほどなるほどなるほど。それどういう押し方してる？これもう上からバンと押します。小手だ。ちょっと左手親指っていいですか？慣れたら早そう。これはガチでコミュニティメンバーの方が普段これでやってますんで、っていう特注から始まったんですね。てかこれちょっとなんかさっきの話にもありましたけど、チョップも同時にしてる。なるほどね。これも同時にしてますわ。こっちに動かしてるだけだから。入り込み悪くないかもしれない。面白い研究。面白いですね。なるほどな。でもなんかそれって多分やってなくて、今なんか変な電子音しなかった。これは
押してることが分かるようにオンの時に音が鳴るようにしてる。おお OK。じゃあもうこれ今はいインパクトボタンを押してない状態です。はい来るかな。怖いな。うわあおお出た。楽しそう楽しそう楽しそう急にめっちゃ楽しそう最速です。本当かよ絶対釣られるわ。釣られるからインパクト以外にも。あ大丈夫だ。もうこの音が鳴るのが確かにいいなこのちゃんとやってますから喜びを感じられるその音、これだ。今日の今日の測定これこれか決まりですこれかわあでもこれ楽しい楽しいけどこれチョップとなんか別に感覚一緒っすけどね、そうなんですよ。私もそう思って、だから重力に逆らう方が重いじゃんって思っちゃったんですよ、ね。ああだから俺も横に動かす方が楽かもっていやいや本当に人間のやっぱり驚愕感謝なめちゃいけない。舐めちゃいけないうわいやこれねその驚愕ではする早いかどうか知らないけど驚愕してんのかなって思っちゃって返せる返せるのが実は重確か要だから。に確かにそのただ間に合えば別に今相当無意識でしたよそうやっぱねだって速さじゃないんだってやっぱ。速さじゃないのかもしれない電車の中とかで反応できるかどうかなのかもしれないやっぱりいや俺なんか今意識してなかったほらあこれ結構いいかもしれない今回は、私こちらのびっくりインパクトボタン、はいこちらの方の、速さをね、検証していきたいと思います。さっきその実際にトレモでお二人触ってみてどうでしょう。やっぱ結構返せるんだな。わかるそんな返せるんだ、ちゃんと返せてるんだっていうのが正直な感想です。返すのが目的なんですよ。速いのが目的では実はないんですよ。そう安定感なんです。これそう先に言っておくんですけど早いかどうかわかんないですけどいいああなるほどなるほど。そうその一回雑談中に返してたからじゃあ行きまーす。ケイこんだけ楽しそうなんだ結構いいんじゃないですか。安定感あるよ。今のはだなギリギリだな。ケイ最速出たかこれ。早くね。いやーいや早っ。3、4、5、6、7、8、9、10、1、21。一番いい数字だね。早すぎず遅くすぎず。実用性が高い数字そんなことある17、18、19、20。おお。なんていうか20の評価が高いのは何1、2、3、4、24。ギリギリか。6、7、8、9、10。1、5、6、7、8。おお。ちょっと気合い入れたのね。途中というさんちょっとこうだいぶこうバラエティーそれのロスそんなことある1、21。21やっぱ安心感の21か20、20、 17 17、19。ということで計測が終了したので、結果の方を見ていきましょう。ドン非常に安定した結果が見られております。でも話すのもそんなに変わんでも若干遅いか。先生がおっしゃられてたんで安心してるんですけど絶対チョップの方がいい確かにな。てか一緒の動作でチョップの方が絶対いい気がする。びっくりして横にちょっとこう動かすだけで別にいけるから。なるほど。だから自分的には動作がほぼ一緒でしたね。こうやって返す流れで横にちょっと移動する。どうですか。やっぱりこれ
楽しんじゃったね。いやそう楽しいからこそこれでやらせてもらったっていうのはあるんだけど、どう楽しいか。ちょっとこう身体感覚に合わせてそうですね。起こるのは楽しいっていうのはっていう意味では本当に絶対一番やっぱ今までやっぱりボタンを押すだけだったからね、こうやってそうっすね。短パもやっぱ楽しかったからそうなんだ。相手の動きに合わせて話すの方が楽しいは確かになんかある気がします。まあ普段押してるからね。うん。実践的かどうかと言われると、まあちょっとやっぱ他問題のはあるでしょう。ところ行った方がいいのかなというのが、まあ今回の得た教訓になるのかな。どういう時も手を離せないっていう隙間と言いますか、まあだって右の耳がかゆい時にどうすんの。右の耳が痒くなった時は左手ででもプロの方は結構そのピアノ押しとかで動いちゃったりしませんか？そのあります激しい人は、まあ正直もうこっち押す気なかったっすもん。確かに、今一瞬やってみたんですよ。そのトレモで押したまま他の操作をするという。ああ確かに。楽しすぎてそこ以外のところに全く目がいってそうですね。プロゲーマーしか使えないボタンじゃちょっといいじゃん。おいけてる。もうできてるよ。ああできてるできてる。ここからインパクトきたっていう感じですよね。流れとしては。やっぱまあ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 できますわ。こんなんワイプに移したら楽しそうすぎて大バズりすると思いますけどね。ワクワク感で言うとすごいですよこれはそ。れはめちゃくちゃやっぱりワクワク感で言ったら奥歯も相当だよ。いやそうっす。これはでもいいね。もし導電試してみてほしいな、いろんな人に。これは今コミュニティの方は試したりすることができる。これだけはちょっと電気回路が少し複雑なので、今は一般提供できてないです、はい、オンとオフを切り替えるだけなので、そういう特殊なボタン使うか、あるいはトランジスタっていう素子を使えばオンとオフ逆にできるので、っていうちょっと電気回路的なところは複雑ですね。であとその右の耳痒くなった問題について考えたんですけど、その導電性フィラメントと両手に導電性手袋していいんだとしたら、すごい大きなボタンをこの辺全部に作っちゃえば両手離した時だけ反応するようにはできますよ。本当にこれでしかこれじゃなきゃいけないんですよ。これじゃダメなんですよ。まあだからビックリインパクトボタンに関して言えば速度は出ない。それはすんの。まあ安定感、まあ楽しいだね。楽しい、以上格ゲー研究室でした。栗原先生、ありがとうございました。ありがとうございました。何か先生から告知などがございましたら。こういうデバイスを皆さんと楽しみながら、開発して時々それをお届けするっていう支援型サブスクリプションやってますので、メンバー募集中です。今日のご紹介した渦巻き型のやつもまさにそういう議論から生まれて、それでどういうのにしようっていうみんなで話し合って皆さんにお届けしてみたいな感じで盛り上がってますので、よろしくお願いします。あとおかげさまでYouTube のチャンネル登録数が1600ぐらいになりまして、はい、なんかいわゆるその YouTuber を名乗れるレベルぐらいになったんですけど、あと何百時間か再生されると広告入れられるみたいなので、よろしくお願いします。ぜひぜひ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また。